皆さんこんにちは、北野有奈です。今日は私が大学でどうやって日本語を勉強していたかっていうことと、あと最近新しく始めた英語の学習についてお話ししたいと思います。少し昔話をするのですが、私は日本に来る前はロシアの田舎に住んでいて、そこで日本語を勉強していました。大学は日本語専攻があるところに進んで、そこで日本語を勉強していました。私の出身地はロシアの小さい町です。あんまり勉強しやすい環境ではなかったのですが、どうしても私は日本に来てみたくて日本語を勉強していました。大学でも日本語を専攻しました。地頭が良くない私は日本語の勉強に凄まじい時間と労力を費やしました。というのも、私の住んでいた場所には日本語の塾や家庭教師とかもおらず、インターネットも当時普及していなかったのです。勉強する方法は本や辞書を駆使して一人で学び、発音の練習を行い、大学に行った時にクラスの人や先生と練習することしかできませんでした。これは実際に私が日本語を勉強していたプリントやノートですね。とにかくたくさん書いて読んで覚えようとしてました。日本語が難しすぎて泣きそうになりました。それでもなんとか根性で乗り切り、少しずつ日本語を話せるようになり、念願だった日本への留学をすることもできました。イエーイ結局日本に来ても勉強は続きましたね。今考えるとあんまり効率の良い学習の方法ではなかったのですが、当時はその方法しか選べなかったのですね。なぜこのような話をしたかというと、最近私はまた外国語を勉強し始めました。最近英語圏の方が、私の YouTube チャンネルを見てくれるようになったり、あと自分のビジネス関係でも英語が必要なことが多くなったので、勉強しなくちゃなと思い覚悟を決めました今私は英語を勉強し始めたのですが、私が日本語を勉強していた時とはとっても時代の変化を感じて驚いています。どういうことかというと、昔と違って今はメインの学習方法にオンライン英会話を利用しています。そしてその便利さに感動しています。私が学生の時とは全く違いますね。PC というよりスマホがあるだけでできることが増えますよね。YouTube とか見てても本当に時代の変化と便利さを感じますよね。皆さんはどうですか？私は言語の学習をするには本当にいい時代になってきたなと思います。先ほどもお話ししましたが、私は以前日本語学習で独学をするしかありませんでした。練習相手がいなかったので、言語学習の独学の辛さを知っています。しかしオンライン英会話を通じてネイティブの講師とのリアルタイムの話ができることは、その辛さを解消してくれるものでした。これは体験したことがある人には共感してもらえると思うのですが、驚きの便利さです。今日はその素晴らしさをぜひ皆さんにシェアしたいなと思います。私が現在利用しているオンライン英会話はCamblyというサービスです。Camblyは英語のネイティブスピーカーのみが講師として1万人以上在籍しているオンライン英会話サービスです。PC やスマホ、タブレットすべて対応しているサービスですね。利点はたくさんありますが、その中でも私が実感しているメリットを3つご紹介したいと思います。まず1つ目は、自分の目的に合った講師や時間を自由に選べることです。講師の人は全員英語のネイティブの人なのですが、探せば日本語を話せる人もいるようです。私も受けた時は日本語を話せる人を探しました。自分のレベルやニーズに合わせたレッスンを受けることで効率的に学ぶことができますね。そしてスケジュールも自分の好きなように決めることができます。私はいつも時間に追われてるのですが、私のように忙しい人でも好きな時間に好きな場所でレッスンを受けることで時間を有効に使えます。私は出張でも利用できて本当に便利でした。実際この間ニセコに行った時もホテルの部屋でCamblyでレッスンをしていましたよ。
はい、これは実際に出張先のホテルの部屋でオンラインレッスンをしている様子です。スマホやパソコンさえあればどこでも勉強できるっていうのは昔じゃ考えられないんですね。本当に便利です。Worried about if I not understand in English. Could you explain me in Japanese, for 少し example? だけ。少しだけ。So, has it been going well for you? Has it been like growing at a pace that you're happy with? わからない。Is it going well? Like, 大きになります？少しずつ。A little bit? Yeah, little by little. Little Okay. by little? Yeah. Yes, nice lesson. Thank you so much. ありがとうござい Have a ま great す。 night. ありがとうございました。楽しかったです。とっても楽しかったです。じゃあまたね。自分のレベルに合わせた講師を選ぶことができるのは、学習がより効果的になると感じています。そしてレッスンは個別レッスンだけでなく、グループレッスンのプランもあります。グループレッスンでは、世界中から受講生が参加します。英語を上達させたいっていう同じ目的を持った人たちとコミュニケーションを取ることで、刺激を受けて英語学習のモチベーションの向上につながります。さらにさまざまな文化や価値観に触れることができるのもグループレッスンのいいところだと思いますね。で、私がやった時はフランスと中国の方と一緒にレッスンを受けました。そして先生はオーストラリア人でしたとても国際的な体験でしたね。はい、2つ目はコスパが圧倒的に良いことです。外国語のレッスンを受ける場合、普通はどこかの場所に行きレッスンを受けます。英会話教室とか、カフェとかですね。皆さんもカフェで外国人とプライベートレッスンを受けてる人の様子を見たことがありませんか？カフェでレッスンを受ける場合、そこに行くまでの交通費や、あとカフェでのコーヒー代などがレッスン代とはまた別にかかります。そして何より移動に時間がかかりますね。時間はお金でも買うことができません。オンライン英会話であれば、これらの費用や移動に費やす時間を節約できます。これは私のライフスタイルには非常にメリットの大きいものだと感じました。また、講師を自由に選べる点もコスパが良いです。例えば、最初は日常会話を勉強したいが、ビジネス用の会話を学びたくなった場合、そのビジネスに通じる人から、言語を学んだ方が効率が良いです。その時、オンライン英会話であれば、自分の目的によって講師を自由に変えることができます。そして、もし新しい講師が自分に合わないときは違う講師を選ぶことができます。これらの利点は、全て時間を節約することができるため、そんなような意味でもコスパが良いなと思いました。まさにタイムズマネーですね。3つ目は様々な地域の方と国際交流ができることです。キャンブリの講師の方は世界中にいます。世界中の講師とコミュニケーションを取ることで、言語を学ぶことだけではなく、新しい視点を得ることができますね。英語レッスンを行うとき、やはり実際に講師の方とコミュニケーションを取り、それが実践的な言語学習となります。実際に話すときは、講師の方といろいろなお話ができるんですね。趣味や好きな食べ物、あとその地域の文化や風習についてなどですね。難しい話ではなく、ただ世間話なのですが、それが私にとってはとても面白さを感じるものでした。実際に話すときは講師の方といろいろなお話ができるんですね。趣味とか好きな食べ物とか、あとその地域の文化や風習についてなどですね。難しい話ではなく、ただこの世間話なのですが、これが私にとってとっても面白さを感じるものでした。英語を勉強しながら異文化に触れることができます。楽しいという感情は学習にとってとても大切だし、継続する力にもなります。これもオンライン英会話だからこそできる体験のはずです。私のチャンネルを見ている方々は、海外や自分とは異なる文化に興味のある方も多いと思います。もし私のように言語だけではなく文化や国際交流にも興味がある方には、非常におすすめできる特徴です。細かい要素を挙げるとまだまだたくさんあるのですが、
以上の3つが私の感じたオンライン英会話の大きなメリットです。本当にいい時代になったと思いますね。あと実際にキャンブリを使っていて面白い機能を見つけました。それは AI 英会話の機能です。これはアカウントを持っている人であれば無料で自由に使えるのですが、 AI の講師と英会話を練習できるんですね。どういうことかっていうと、このように英語の講師とレッスンをする前に練習することができるんですね。これ私は結構好きです。ある程度予習してインプットしてからレッスンでアウトプットすることにより効率よく、学習できると思います。発音の練習もできるのでなかなか便利な機能だと思いました。 Are you ready to get started? Yes, I'm ready. Let's start. Great. Let's begin with the first question. What's your name? My name is Aliona. And what's your name? Nice to meet you, Elena. My name is Cam. Now, let's move on to the next question. Where do you come from? I come from Russia, but I live in Japan, in Sapporo, about 10 years. That's interesting, Elena. So you're originally from Russia, but you've been living in Japan, specifically Sapporo, for the past 10 years. Let's move on to the next question. What do you do? Do you work? And if so, what's your company and job title? さあどうだったんでしょうか。オンライン英会話の便利さを伝えることができたら嬉しいです。ただ実際いきなりお金を払って試すのって勇気がいると思うんですよね。オンラインレッスンは月単位の契約のところがほとんどですからね。それが負担になって、それならいいやってなる気持ちがとてもわかります。なぜなら私もそうですからですが今回はキャンブリさんに協力してもらい無料体験レッスンのリンクをもらうことができました。で概要欄に無料で体験できるリンクを貼っておきますね。興味のある方はぜひそちらから試してみてください。無料体験レッスンとは別なんですけど、キャンブリは今公式でスペシャルサマーセールを開催しています。3ヶ月以上の契約をすると最大 50% 引きになるセールです。期間が8月31日までのセールなのですが、もし本格的に始めようかなと考えている方がいらっしゃったらかなりお得な内容だと思いますのでおすすめです。そこでもしメリットを感じたら、続けるぐらいの気持ちで始めていいと思います。合わなかったら、違う方法を考えるぐらいの軽い気持ちで利用していただければと思います。皆さんにとって少しでもお役に立てれば嬉しいです。はい、ということで今日のお話はここまでです。何歳になっても勉強は終わらないですねでも自分の努力の成果を実感し新たな可能性を見つけることができるっていうのはとってもいいことだと思うんですね。皆さんも新たな旅を始める一歩としてオンライン英会話を試してみてはいかがでしょうか私は頑張ってみようと思います。はい、それではまたね。パカパカ。Thank you for watching and see you next time. Bye!